みんな、こんにちはなのだ。今日も元気にずんだもんがお届けするのだ。今回、ずんだもんがみんなに紹介するのは、南米に輝くカラフルな国、ベネズエラなのだ。ベネズエラって聞くと、石油が有名だけど、実はそれだけじゃないのだ。なんと、世界で一番、ミスユニバースを輩出している国、なのだよ。美人の宝庫ってことなのだ。驚きなのだ。そんな魅力いっぱいのベネズエラに関する最新ニュースを今日は全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。アメリカがベネズエラの近くに軍隊を増やしていることに対して中南米の国々や中国がそれは国連のルールに違反するのだ。平和を乱すなのだ。で強く反発している。まさに国際社会のホットな話題なのだ。なんでこんなことが起きているのか、そしてみんながどう思っているのか、とっても気になるニュースなのだよ。この動画が良いなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますなのだ。ずんだもん、とっても嬉しいのだ。それでは、一緒にベネズエラの世界を見ていくのだ。最後まで見てほしいのだ。南米大陸の北部に位置し、カリブ海に面したベネズエラは豊かな自然と歴史を持つ国なのだ。首都は高地にあるカラカスで近代的な建物と歴史的な建造物が共存しているのだ。かつてはスペインの植民地だったけれど偉大な英雄シモン・ボリバルによって独立を勝ち取った歴史があるのだよ。現在は社会主義的な政治体制を採用しているのだ。人口はおよそ2800万人。主要産業は何といっても石油で、世界でも有数の埋蔵量を誇る資源大国なのだ。文化面では、陽気な音楽やダンスが盛んで、ミスユニバースの優勝者を多数輩出していることでも知られているのだ。残念ながら、近年は経済の混乱や政治的な課題に直面し、国民の生活に大きな影響が出ているのだよ。豊かな資源を持つこの国が困難を乗り越え、再び活気を取り戻すことを多くの人が願っているのだ。一つ目のニュースなのだ。ベネズエラ、国連で米軍の脅威を非難し了解。国境巡回に兵士動員という記事なのだ。ベネズエラが国連でアメリカの軍事的脅威を強く非難し、自国の領海と国境を守るために軍隊を出動させたのだ。アメリカはカリブ海に部隊や原子力潜水艦などを派遣し、マドゥーロ大統領を麻薬国家のトップと非難して麻薬密輸阻止を口実にしているのだ。でも、ベネズエラはこれを茶番だと反発しているのだ。国連でアメリカの敵対行為をやめるよう求め、この地域が非核化された平和地帯であることを強調しているのだ。ベネズエラは15年間もコカ栽培とコカイン生産がないことを主張し、今年はすでに52トン以上の薬物を押収しているのだ。コロンビアのペトロ大統領もアメリカの介入を拒否し、太陽のカルテルなんて存在しないと指摘しているのだ。麻薬取締機関の報告でも、ベネズエラはアメリカ向けコカインの主要な通過国ではないのだ。これを受けて、ベネズエラは軍艦や1万5,000人の兵士を動員し、領海やコロンビア国境で巡回を強化したのだ。マドゥーロ大統領は全軍が国土防衛の準備万端だと語り、多くの市民も民兵に志願しているのだ。平和を守るため、ベネズエラは頑張っているのだ。二つ目のニュースなのだ。ベネズエラ、トルコ投資家、戦略的提携の下、国営製糖工場を掌握へ、という記事なのだ。ベネズエラ政府は、トルコの企業と協力して、国有の製糖工場を再び動かすことにしたのだ。アメリカからの厳しい制裁で経済が苦しいから、民間企業との戦略的提携を増やしているのだ。対象となるのは、スリア州の中央ベネズエラ工場、ヤラクイ州のサンタクララ工場、バリナス州のエセキエル、サモラ工場なのだ。これらの工場は、以前は国営だったり、生産が止まっていたりしたところなのだ。農業大臣さんは、この提携で新しい仕事が生まれて、
地域の経済も元気になるって言っているのだ。でも、どこの企業と組むのか、詳しい条件はまだ発表されていないのだ。実は以前にも、こういう戦略的提携、情報がはっきりしなかったり、詐欺があったりして、小さな農家さんが困ってしまう問題があったのだ。農家さんたちは、生産にかかるお金が高くなったり、外国からの輸入で砂糖の値段が下がったりすることにも苦しんでいるのだ。いろいろな課題はあるけれど、ベネズエラは国の生産能力を回復させるために、この新しい試みに期待を寄せているのだ。3つ目のニュースなのだ。ALBA、TCT、中国と地域の同盟国がマドゥロを支援する中、ベネズエラ周辺の米軍増強を非難という記事なのだ。ALBA、TCT という中南米の国々が、アメリカがベネズエラ近くに軍隊を増やしていることに怒っているのだ。アメリカはベネズエラを麻薬国家だと批判して約4000人の兵士を派遣したのだ。でも ALBA、TCT の皆はこれは違法で地域の平和を壊す行動だと非難しているのだ。キューバの大統領もアメリカの攻撃を強く批判しているのだ。ALBA、TCT はアメリカがベネズエラやキューバに対して政治的な嫌がらせや軍事的な脅し、経済的な制裁をしていると訴えているのだ。そして外国が中南米の国々のことに口出しするのをやめて、この地域が平和な場所であることを守ろうと呼びかけているのだ。ALBA、TCT の仲間たちはベネズエラのマドゥロ大統領をしっかり応援しているのだ。一方でガイアナという国はアメリカと同じ意見で、マドゥロ大統領のせいで地域が危ないと言っているのだ。これはベネズエラとガイアナが石油がある場所のことでずっと争っているのも関係しているのだ。そして中国もアメリカの行動に反対しているのだ。中国は勝手に他の国のことに口出ししたり、武力を使うなんて国連のルールに違反していると言っているのだ。中国はベネズエラととても仲良しで、これからも協力していくのだ。ベネズエラの国会もマドゥロ大統領を支持して国の主権を守ると言っているのだ。いろいろなところからアメリカのやり方に反対する声が上がっているのだ。豊かな資源に恵まれたベネズエラは、米国の圧力や経済の混乱という大きな試練に立ち向かっているのだ。国営工場再生や国際的な連携で自国の未来を切り開こうと奮闘し、平和を守ろうとしているのだ。スンダモンは、ベネズエラが困難を乗り越え、再び活気を取り戻すことを心から願っているのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。